はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。今日はちょっと下ネタです。親と一緒に食事中に見ている人は注意してください。ちょっと気まずい空気流れるかもしれません。それでは早速やっていきましょう。これは尻の穴です。本当にふざけているわけではないです。これはワケノシンノスというイソギンチャクの仲間です。ワケノシンノスの語源は福岡県柳川市周辺の方言で、若者のケツの穴という意味です。若えの尻の巣。なんか自分が言うとふざけているように聞こえるかもしれませんが、本当に信じてください。そして食事中の方すいません。確かに尻の穴に見えないこともないですね。昔の人もまさか何十年もその呼び方が定着するとは思ってないですよね。もしかしたら仲間内の悪ふざけから定着したんじゃないかとも思っちゃいます。こういった名称の付け方はホルモンの部位も近いものを感じますね。結構尻の穴はヌルヌルとしています。このワケノシンノスは九州有明海沿岸に生息するヨロイイソギンチャクの一種で、正式名称はイシワケイソギンチャクと言います。国内で食用となるイソギンチャクは主に3種類で、このイシワケイソギンチャクとハナワケイソギンチャク、コイボイソギンチャクがいます。イシワケイソギンチャク以外の2種類はあまり流通することはなく珍しいです。イソギンチャクは世界に800種類ほどいて、日本では約50種類ほど確認されているそうです。その中で3種類しか食用に向かないと考えると貴重ですね。一般的にイソギンチャクといって思い浮かべるのは円柱状の本体に触手がヒラヒラしているイメージですよね。イソギンチャクとは四方動物門という種類で、魚や貝とはまた違い植物でもありません。近い生き物だとサンゴやクラゲがあります。なんとなく似ているイメージのサンゴとイソギンチャクですが、大きな違いは移動するかしないかです。サンゴは一部を除いて一箇所に定住します。イソギンチャクはゆっくりと移動することができます。どういうものが届くのかもう忘れちゃってて、さっき段ボール開けた瞬間ビニール袋に石が入ってんのかなと思って、これ海の石詰められてぼったくられたかと思いました。これで今日はこれを使って、味噌煮込みと天ぷら作って食べてみます。まずはワケノシンノスを半分に開きます。この穴部分に包丁を刺して切り開きます。ケツの穴から手突っ込んで奥歯ガタガタ言わしたろかいってこんな感じですかね。想像するだけで怖いです。触っている感じのヌルヌル感とか硬さがナマコに近いですね。このワケノシンノスは干潟に住んでいます。なので中に砂や砂利が入っている場合があるので、切り開いたらよく水洗いします。その後塩を使って周りのぬめりを取ります。今日は味噌煮込みと天ぷらを作ります。鍋に水を注いで火にかけます。そこに洗ったワケノシンノスを入れます。アクを取りながら煮込んでいきます。酒、砂糖、味噌、生姜を加えてさらに煮詰まるまで煮込みます。最後にネギを加えて火を止めます。器によそって完成です。次にボウルに小麦粉、卵、水を加えて混ぜ合わせて衣を作ります。そこにキッチンペーパーで水気を切ったワケノシンノスを入れて衣をつけます。油で揚げて完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はニューヨークのエビルツインブリューイングのエビルツインヤンを飲んでみましょう。スタイルはインペリアルスタウトでアルコール 10% と高めです。色はかなり濃い茶色、ほぼ黒に近いです。コーヒーやチョコレート、ワインにも近いような香りを感じます。干しぶどうやシェリー酒を思わせるような香りもあります。甘みと苦みのバランスがいいですね。結構ガツンとくるのでゆっくりと飲みたいです。それではワケノシンノスいただきます。まずは味噌煮込みです。コリコリシャキシャキとした歯ごたえは貝のようにも感じます。でもナマコですかね。味は土壌に近いものを感じます。ナマコと土壌を足して2で割ったような味です。この例え分かってくれる人いたら嬉しいです。次は天ぷらです。天ぷらの方がより素材の味を楽しむ感じですね。食感はやっぱりナマコっぽいですかね。イソギンチャクってこんな感じなんだっていう新しい発見です。大好物にはならないけど居酒屋とかであったらまた頼んじゃうかもしれません。ちょっと苦味もあるので大人の味ですね。自分は味噌煮込みがおすすめです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。
最後までご視聴ありがとうございます。わけのしんのすいかがでしたか？なぜか携帯でわけのしんのすって変換しようとすると、わけのしんのすけって予測してきます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。